よっしゃ、OK。センチネルよりヘルボーイ30アニバーサリーエディションの紹介。これは以前に発売されたものに内容パーツを一部変更したやつになりますね。なのでフィギュア本体そのものには変わりないと思われる。でね、今回はね、このフィギュアを紹介した後に、このヘルボーイってキャラクターは自分にとって非常に思い出深いものがありまして、その辺のところを後半にダラダラっと話していこうと思っておりまして、なので死ぬほどお暇ならお付き合いくださいな。で、このイラストよ、ね、もう一発でわかりますね。マイケル・ミニオラですよ。これは第1巻破滅の種子のカバーアートかな。でもここにヘルボーイが始まった年の1994年から2024年とサインめいたものが記載されているんですが、これはね、書き下ろしではないと思うんですがね。よし、ではね、開けていくぜっと。よいしょ。どんな感じでしょうかね。よいしょ。フィギュアそのものはね、もうめちゃくちゃ出来いいのは分かっているんで、あれ、ちょっと開かねえな。よいしょっと。出てこい、アヌン・ラーマット。ほうほうほう。あ、T シャツも着てるんですね。よいしょ。よし。ちょっとヘルボーイだけ取り出してみようかな。やっぱいいですね。もう完成されています。ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。では早速比較なんですけど、左にあるのが今回のやつで、右にあるのが以前発売されたやつ。こちらは通常版になります。T シャツとコートを脱がして各部細かく見ていたんですけど、もう全く同じものですね。塗装面に関しては今回の方が全体的にシャドウが濃く見えるんですが、これは個体差なのかもしれませんけども、総合的に見て全く同じものですね。このヘルボーイ、今まで実写映画化は3回かなされていて、このフィギュア自体も2回目の発売ということで、知名度的にそこそこあると思いますので、なんで今更説明の必要はないとは思いますけど、でもね、改めてこやつの魅力を伝えたくてでしてね、マーベルコミックス、そして DC コミックスと、それに次ぐ規模のダークホースコミックスに刊行されていた作品のキャラクターでして、それがね、こちらなんですけど、これは翻訳版なんですけどもね、マイケル・ミニオーラっていうクリエイターによって描かれてるんですがね、このフィギュア、そのミニオーラ氏のイラストをしっかりと再現したものになっていて、まんまですよね。ご覧の通り、この撫で方具合が素晴らしいですよね。このヘルボーイね、コミックとしてめちゃくちゃ面白いんですよね。一見ね、とっつきの悪さは否めないんですが、でもね、これ一回刺さるとね、抜けませんよ。しかもね、たくさん出版されているんですけど、そのコミックがね、ほとんど翻訳されているというマイナーな作品の割にはね、なかなか優遇されているんですよね。気になった方はね、ぜひ頭部に寄ってみるとこんな感じで、いや、コミックまんまで素晴らしい出来ですね。この特徴的な角なんですけどね、確かね、子供の頃、すいません、ヘルボーイは魔界から召喚されたんですが、その時ね、ほんの小さい子供だったんですが、そこでね、トレバー教授っていうめっちゃいい人に拾われて、で、なんやかんやで人間界で生活するわけですが、で、その子供の時に、なんかね、キャップ帽子野球帽をかぶりたかったんですが、この角が、その時角生えてたんですけど、その角が邪魔で、うまくかぶれなくて、それをね、友達にめっちゃ笑われて、すっごく傷ついて、そこからね、角削るようになったんじゃなかったかな。なので、このように根元だけが残って切り株状になっていますね。このデザインも秀逸ですよね。生えてない角が逆にかっこいいってどういうことよ。で、後ろ行くと、印象的なちょんまげもしっかり再現。ヘルボーイは日本にたびたび訪れているんで、日本には馴染みあるんでしょうね。
こちらは交換用頭部パーツの食いしばり顔。アクションフィギュアには必須パーツですね。しっかりと付属しています。で、交換なんですけど、頭部を丸々変える仕様なんですが、その時にこのさっき言った角をね、いちいちこんな風に取り付けなきゃいけないんですよね。これ前作からもそうだったんですけど、このパーツね、もう一つ付けてほしかったかなと思います。胴体なんですけど、これ一見すると可動箇所がないように見えるんですが、大丈夫。これ後ほど。で、ヘルボーイの中で最も目に行くのが、この大きい石の右腕。運命の右腕、または破滅の右腕とも言いますね。ヘルボーイはいろんな武器を使用するんですが、最大の武器はこの岩石状の拳でぶん殴ること。そしてこの右腕は魔界への扉を開く鍵でもあって、このヘルボーイの真の名前はアヌン・ウン・ラマといい、この腕でゲートを開き、人間界や天界に魔物を呼び寄せ、その魔物たちを操って全世界を悪魔の支配下に置くという運命にあるのがこのヘルボーイ。まさにゲートキーパーであり、破滅をもたらすものともされる。当のヘルボーイ自身はそんな役目は全く興味ありませんけどね。腰のユーティリティベルトにはいろんな魔除けグッズが収納してありまして、この馬のひづめや十字架なんかそうですよね。塗装による皮の質感がなかなかリアルですね。で、下半身いってこのつま先、原作通りひづめになっているのが嬉しいですね。可動範囲、まずは頭部なんですけど、外してみるとこのようなボールジョイント接続で、それを踏まえて後ろへはこうで、前はここまで行けて、ぐるりと一周回って、ぐりぐり傾きも取れる。上半身、肩及び腕はバタフライ機構はないんですけど、この接続のボールジョイントが見えますかね、かなり大型なので、それを踏まえると、前はここまで行けて、後ろへはここまで行けてですね、で、肩の付け根でこのようにぐりぐり動きます。横へはこうで、ぐるりと一周回って腕の付け根でこのように回転する感じですね。この二の腕バイセップスは別パーツになるのかな。で、肘が二重でここまで曲がって手首はこのような可動で、右の石の拳なんですけど、このジョイント部分では、肘のジョイント部分ではここまでしか曲がらないんですけど、この石の拳、ここがね、ぐいっとへっこむことができるので、これぐらいまで曲げることができます。で、肘自体でこのように動きますね。その石の腕の指なんですけど、その前に拳でこのように回転できて傾きも取れまして、指を開いてみるとですね、こんな感じで動きまして、実際の人間のように関節箇所が仕込んでありまして、親指なんかは人間のそれより動きますね。なので、このようにかなり自由度の高い表現ができると。ボディなんですけど、この中にクリック関節機構が仕込まれていまして、この側の中ですね。で、腰はね、ボールジョイントでつながっています。それを踏まえると、後ろへはここまで行けて、前はここまで行けて、で、腰でぐるりとね、いけそうなんですけど、かなり渋みがあるので、ちょっと怖いんでやめときますけども、結構動きます。なので、このように傾きもぐりぐり取れる感じですね。下半身、股関節に引き出し機構はなしで、前はここまで行けて、後ろへはここまで行けて、股割りがここまでできて、この短パンの境目の太ももでこのように動いて、膝がここまでいけて二重で、ブーツでこのように動いて、足首後ろへはこうで、前はここまでいけて、傾き取れて接地性もあって、つま先可動はなしですね。付属品いきましょう。まずはトレンチコート。ファブリック製でできていて、この部分とこの部分に針金が仕込まれているので、表情をつけれるようになっています。そのコートの着せ方なんですけども、右腕のこの部分が外れるようになっていて、これ最初硬いですけど、温めるとすんなり取れます。で、外した後だとスムーズにコートを着せることができる。こちらは T シャツですね。
これもファブリック製でできていて、これは以前に発売されたものには付属しない今回だけの新規パーツ。表面には先にも見せたコミックス第1巻破滅の種子のカバーアートがプリントされている。大型のダブルアクションリボルバー。映画版だとサマリタンという名前ありましたけど、原作では名前ないんですよね。射撃は苦手らしいです。その愛銃のホルスター。いちいちカバーを外さなくても銃を収納できるようになっている。これは地味に嬉しいですね。ユーティリティベルトにボールジョイントで接続。聖剣エクスカリバー。確かコミックではヘルボーイ、キングアーサーの子孫ではなかったかな。故にこの剣を扱う資格があると。ヘルボーイは悪魔と人間のハーフなんですよね。お父さんが悪魔でお母さんが人間の魔女。なんで母方がアーサー王の血統に連なるものと。頭身がボコボコしていて古めかしさを表現していますね。これめっちゃかっこいい。尻尾をボールジョイントで接続。尻尾自体に可動はなし。角が2本。ヘルボーイが覚醒した時や地獄に落ちた時など、破滅をもたらす者としての使命を果たせと言わんばかりに一瞬で生える。しかしその運命を拒否するヘルボーイは自分でへし折る。交換用手首パーツはすべて左手のみで、表情の違う開き手と武器の握り手。サイズ比較、フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。もう一丁比較、左にあるのがメズコのミニョーラ版のヘルボーイ。これね、出たの結構前なんですけど、今見ても素晴らしい出来ですね。原作再現度で言えば左のメズコ版の方が上かな。これ個人的な見解なんですけども、メズコ版は細かいディテールとかミニョーラのイラストをしっかりと再現しているんですけど、やっぱりこの今回のセンチネル版はね、驚異的な可動範囲と豊富な付属品と、やっぱりセンチネルの方がヘルボーイのフィギュアとしては決定版に当たるんじゃないですかね。まあ比べるものでもないですけどもね。さらにロンパールマンヘルボーイと比較。これもメズコですね。メズコは7インチなので今回の12分の1スケールより少し大きめ。いやしかしね、ロンパールマンヘルボーイ発売されたのかなり前なんですけど、これ今見ても素晴らしいですね。最近のフィギュアと比べても何ら見劣りしない。さらにリブート版デビッド・ハーバーヘルボーイと比較。これもまたメズコなんですが、112という12分の1サイズなんで、今回のやつと同スケールになりますね。ヘルボーイの映画はどれも個人的にはめちゃくちゃ面白くて、新作も楽しみなんですけど、日本公開あるのかな？スクリーンで見たいな。でですね、自分結構多趣味で、その中でも一番気合い入れてるのが、このフィギュア集めというか、フィギュア遊びですね。でね、もともとね、フィギュアに関しては、そんなに趣味の上位ではなかったんですよ。アメトイが好きになったきっかけが、マーベルレジェンドだったんですけども、そのマーベルレジェンドと、あと、スターウォーズか、この2シリーズしか集めていなかったんですけど、それもね、今みたいに熱心に買い集めてたわけではないんですけど、お金もそんにないわけでね、それは今もなんですけど、当時働いていた会社の同僚に映画好きの人がいて、その人にある日、ヘルボーイって映画知ってるって聞かれて、その時はロンパールマン版ね、その同僚は自分も映画好きなの知ってて、たびたび映画の話してたんでね。で、その時ね、自分ヘルボーイ知らんくて、ただそんな映画あったなくらいで、なんか赤いやつやろみたいな感じで答える程度で、そしたらその人が、今 DVD 持ってるから見るって言って、ヘルボーイね、ぼんやりですけど、ビジュアル的にはね、好みな方ではあったんで、ありがとう借りるわって言ったら、いや、あげるよって言われて、なんでって返したら、その人曰く、この映画全然面白くなかったらしく、その日に売りに行こうとしてたんですって、DVD を。いや、いいよ、返すよって言ったんですけど、いや、あげるっつって、おもろなさすぎて持ってるのも嫌なんじゃ、みたいな感じで言われて、そないってなって、そうしたらがぜ見たくなって、その日にね、すぐ見たんですよ。そしたらね、もう、オチわかるでしょ。自分にとって控えめに言ってですよ。
神映画でしたよ、うん、これのどこが面白ないねんって言ってね、で今思えば監督がギレルモ・デルトロなんで自分の性癖に刺さらんわけがないんですよね。後からデルトロって分かったんですけども、人の感性って分からんもんやねって部屋で一人ごちてですね、でですね、映画の評価が気になってゾンアマのレビューを見てみようと思ったんですけども、その時にね目についたのがなんかね、日本限定でメズコのアクションフィギュア付き DVD ってのがあって、もうねそのフィギュアの画像を見た瞬間脊髄反射的に購入ボタンを押してましてね、マジでガンダムシードの種割れシーンみたいにキランってなって、もうねビー玉みたいな目で買ったのを覚えてましてね、それがねこれなんですけどもね、さっきもバージョン違いのやつ紹介したんですけども、いや今見てもかっこいいっすね、本当に。こっからですよ、心の中のアメトイ熱が超新星爆発したの。がぜんナンバーワンの趣味になりましてですね、フィギュア集めが。まずねその日のうちにヘルボーイ系を買えるだけ買いあさり、そっからマーベルレジェンドがねなぜかますます好きになり、オークションサイトを血眼で見続ける日々が始まりましたね。はい、ということでね、自分にとってフィギュア集めが生きがいとなったきっかけを長々と話してきましたが、結局ね何が言いたかったかというと、ヘルボーイとの出会いのおかげでね今の幸せな日々があると言っても過言ではないんですよね。ノーフィギュアノーライフではね、今回も長々と本当にありがとう。バイビー。